いよいよリスさんのマークの旅するスパイスさん伺いますよ。はい、また通り過ぎてしまいましたよ。よくある出来事です。よくある出来事です。映画館じゃん。はい、こちらクラフトキッチンさんやってきました。わあ、おしゃれな感じだね。はい、到着でございます。はい、やってまいりました。では早速行ってみたいと思います。めっちゃ雰囲気のいい、ほらもみじがめっちゃ綺麗。青空に紅葉だね。はい、ご視聴本当にありがとうございます。旅するくまころりんです。今回のお話は上士幌にある食いしん坊仲間のお店旅するスパイスを販売されているクラフトキッチンさんのご紹介からのスタートです。秋も深まる北海道、そんな北海道で過ごす時間もあとわずか。しみじみと噛みしめながら秋の風を感じる私たち。ところでこちら字幕と書いてある場合のみですが、嫁の独り言も交えたテロップをお楽しみいただきます。設定方法は簡単。 PC であればこのように右下の字幕をクリック、モバイル端末であればこちらのマークをタップ。それでは最後までお付き合いください。すみません、昨日お電話したどうもはじめまして。よろしくお願いします。今日はいつからですか？去年です。去年僕ら来たんだよね。でもね、 7月8月4月なので、そうなん4月の終わりなんです。だから5、6だからまだ2ヶ月超しか経ってないので、私も道の駅に初めておさめさせていただいて、こうバーってなってる頃で、いい感じ。例えばこうメキシカンチリなんて本当に何に入れても味噌だろうが醤油だろうが塩だろうが入れればピリ辛になるだけじゃなくてエスニックになるんですよ。だから混ぜればまたそれはそれで、はい、好きな方はそういう風にしたり、あとなんだろう、本当に酸っぱい方が好きな人はレモン汁とかお酢とか、ラーメンだったら黒酢、中華黒酢っていうのがすごい安いです。あれ一本持ってると、なんか中華街っぽい感じを、自分のところでもうできちゃう。そう、なんちゃってで楽しむみたいな。多分ね、一番失敗しなくて一番楽しい調味料だと思うんですよ。だってほら、塩とかだったら醤油や塩って入れすぎたらしょっぱくて失敗でしょ。大失敗。そうで、足りなかったら味気がなくて、そうね、ダメでしょ。つまんなくなっちゃうし。油もやっぱりいっぱい入れたらもうなんかベトベトだし、入れなさすぎると焦げるし。旅するスパイスクラフトキッチンです。よろしくお願いします。お願いします。上士幌の、場所にあって、道の駅からここまでどれぐらい？3分？車で5分かかんないですね。すぐの場所で、はい、もうめっちゃおしゃれな感じのお店です。もういっぱいスパイスがあって、もう迷っちゃって結局1本か2本でいいかなと思ったけど、何本買った今日？4本。5本です。5本も買っちゃいました。5本も買いました。ありがとうございます。いや、これから料理食べるものがね、どんどん美味しく味変できるように学んでいきたいと思います。ぜひぜひこちらのお店楽しいので遊びに来てみてはいかがでしょうか。詳しい内容は概要欄載せておきますので、ぜひぜひ覗いてってみてください。もうめっちゃおすすめです。何にも考えずに一振りかけるとすごくいろんな国の味が食べれて楽しくって美味しいです。楽しいのが大事だと思ってるので、いっぱい楽しんでいただけたらなと思います。ぜひ使ってみてください。
ありがとうございます。じゃあもう早速ね、もう今日の晩ご飯からスパイス三昧でございますということで今日はありがとうございました。ソルティです。はい。ちょっと混ぜてみようっていうので加えてっていいわけです。もうどんどん遊んで、でこうカスタマイズしていくうちに、自分流のなんかこれとこれを一体に混ぜるとすごいんだとか、ああもうどんどん出てくる。そうそれがスパイス。そして旅するスパイスを後にし、本日は伊達に向かいたいと思います。北海道の旅も間もなく終わってしまうね。あっという間だったね。白鳥なのあれ。アップ。アップ。あららら、何さ、あらまずまず、あらあら、あ、白鳥。白鳥の出発です。あれ映んない？映らないね。あー、若干映るかな。白鳥の出発、飛んでいきます。白鳥、風に乗って飛んでゆく白鳥たち。いってらっしゃい。どこに行くかわかんないけど、お、ほんのり雪も山積もっておりますよ。山道、一般道は雪が降ってると思われるので、こちら高速道路で向かいたいと思います。もう山の方積もってんだこれ。これ、あら、これ雪さ、じゃんじゃかじゃんじゃか降ってんだこれ。あ、積もってんだ。ちょっと気温2度だよ、2度。やばいね。雪積もってます。トマムだよ。トマムリゾートはやばい。気温が1度だよ、1度。あ、いいやな。あらあら、雪降ってきた。こういう雪の降る中、ソフトクリーム買う枝。バカだよね、本当に。こんなクソ寒いのにソフトクリームなんて食べたらまたお腹痛くなるんだよ。やめなさい。バカバーガー気になります。こんな雪降る中、アイス食べたいのかい？アイス食べたいの？絶対お腹痛くなるよ。知らないよ。アイス。トンネルを抜ければ雪がたくさん降ってるよ。吹雪いております。雪が大変吹雪いております。ご注意ください。あいや、何さ、あらまず、あらあら、やばいねこれ。はあ、雪かと思ったら今度は夕焼けかい。わー、これはすごいね。雪はすっかり止みましたよ。そして高速を降りて一般道で向かいます。こちらは千歳東出口でございます。いきなりの花火大会に遭遇です。何さ、おー、ただいま苫小牧でございます。そして伊達までまだまだでございます。そして花火、さようなら。はい、おはようございます。今日は
やってきたんだけど、果たして何やってんのさ。ダメだよ、そうやってつっついたりとかしたら。うわ、来た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 。来た来た来た。プップがプップが怒ってる怒ってる。これなんかすごいね、これ。ガッツリね、パンパンね。返してあげて。そっちに来たあ、降りてた。結局釣れなくて、ただいま場所を移動しております。静狩りの方に移動しております。果たして鮭は釣れるんでしょうか。はい、結局鮭は釣れましたか鮭のベイベー。ということでした釣れませんね、なかなかね、鮭はね。本日の収穫はあれだ、フグとちゃんこいサーバーだった。逃がしてやったっけ。ということで、はい、今日の釣り体験は終了でございます。さて次の日やってきたのは小高い丘の上にある噴火湾パノラマパーク。道央自動車道八雲パーキングエリアにも隣接しており、徒歩で自由に行き来することができます。また新鮮な地元食材を味わえるレストランやアイスクリーム店もあります。噴火湾を眺めながらのランチタイム、北海道の景色を存分に楽しめる最高の時間を過ごすことができます。もう今日と明日で終わりだ。北海道もあっという間だったね。あっという間だ。何や。あ、すごいね。何さこれ。あら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 。白樺。軽いね、なんか。ああ、ダメだよ。高速のあれか。そった高速のハイウェイオアシスだ。もう明日帰るんだよ。北海道終わりだ。あっという間だったね。家出て20日間。家出て20日間だ。まあ、北海道は半分か、半月。半月の旅だ。まあ走ったね。今回も走りまくって、結局なんか無料キャンプ場1回だけしか泊まってないのか。全然ゆっくりできなかったね。何もしない一日が欲しかったね。こうやってぼーっとなんか北海道の景色を眺めて過ごすっていうことができなかったね。さあ今日はこれから大沼行くの？大沼通っていけばいいんじゃない？大沼通ってく？大沼回って函館入って風呂入って眠たくなるね。だよ、行こうか。さあもう中ボケボケして。というわけで今回の北海道旅ありがとうございました。お疲れ様でした。終了なのかい。いやまだあるよ。明日一日。明日一日って言ってもフェリー前の時間。ああ大変。パワー。何これ。さあ、ありがとうございます。ありがとうございました。なんだかセンチメンタルになってしまう秋の空。北海道の大地をコロリン号は函館に向かって走ってゆくのでありました。北海道に来てたくさんの出会いを果たしてきた私たち。北海道の旅も終わりに近づいてきました。そんな時にたまたま偶然、しかも走っている時に対向車から気づいてくださったのです。
SNS でつながっていた方で、キャンピングカーで日本一周をされている。見てください、この迫力のある車体。あまりにもかっこよすぎて、一体何枚写真を撮り倒したでしょうか。まさか北海道でくまモンに出会えるなんて。車の後ろにはバイクも積み込むこのパワフルさ。本当、人生は楽しむためにある。その言葉をしみじみと感じさせてくれる方でした。旅とは出会いがあり、感動を与えてくれる。お金では買えない価値がここにはあります。楽しい時間というのはつかの間。さあ、北海道の最後の夜に選んだのはこちら。イルミネーションだよこれ。本当よ、クリスマス気分を味わえるよ。すっかりクリスマス。ここはどこかというと、さあ、今回やってきたのは道の駅七色七重から徒歩7分、車で2分の場所に位置するテーマパークレストランバードウォッチング館ラッキーピエロ峠下総本店。食べる楽しみはもちろん、目でも楽しめるこのお店。店内に入れば見渡す限りのテーマパーク感が満載。3世代でのんびりゆったり 2,3 時間過ごしてもらいたい。お客様に幸運を掴んで帰っていただきたい。そんな思いが込められているそうです。財運の椅子、何はともあれまずは座ってみると、このように大人でもワクワクしてしまうラッキーピエロ峠下総本店。お腹も心も満たされる、そんな夜を過ごすことができました。そしてこの北海道最後の夜になんと出会いがあったんです。コロリン号に並ぶこちらバスコン2台、視聴者さんが会いに来てくれました。さあ、いよいよ北海道を出る時がやってきます。その前に岡本セルフで最後の給油。 OK ですか？いくら5283円と123円。はい、最後の岡本でした。さあ、コロリン号もお腹いっぱいになったことだし、そしてこれからイオンに行って買い物をしたいと思いますよ。あいにくの天気でございますが、本日北海道を離れることとなります。また通り過ぎちゃったの？ここから何さ、どんどん通り過ぎてっちゃうの？ダメだよ、そんな通り過ぎてったら。そこは出口だよ。左方向です。ダメだよ。さあ、イオンにやってきましたよ。最後のお買い物でございます。はい、買い物が済みまして、次は水を汲みに行きます。ここのセコモも来たね、一番最初。生活に欠かせない飲み水はこちらツルハドラッグ。本当にお世話になりました。そしてこれからもお世話になります。逆でここじゃないのかまた。また間違えてるの？だってここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。中年夫婦手作りキャンピングカーの旅、まだまだもうちょい続くのであります。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。旅するマコロリンでした。